こんにちは。ソングピクチャーの解説 AI です。今回は動画編集をするのに使用する PC は Mac と Windows でどちらがいいのかについて解説します。YouTuber の動画編集においてあればとても便利なもの。それがパソコンです。それもただのパソコンではなく、ある程度スペックの高いパソコンが必要になります。そのため、これから動画編集を始めたいという方は、まず最初にある程度のコストをかけて、高スペックのパソコンを用意する。つまり、先行投資をする必要があります。でもそうなると、そこで Mac を買うべきなのか、それとも Windows を買うべきなのか、迷っている方は多いと思います。この動画では、実際にどっちがいいのかについて、両方のパソコンを日々の仕事で利用している私の立場から、絶対に失敗しないパソコンの選び方を解説していきます。また、あれば便利なパソコン周辺機器も紹介しますので、この動画を見て、デスク環境から動画クリエイターの一歩を踏み出しましょう。もちろん、昔から Mac または Windows を使っているって人は、使い慣れた方でいいと思います。ですが、どちらも使ったことがないって方や、新たに別のパソコンを買ってみようって考えてる方に参考になるかと思いますので、ぜひ最後まで聞いていってください。それでは今回は、この流れで解説します。大きく分けて、1、動画クリエイターには、Mac でも Windows でもなれる。2、MacBook は Pro、Air。大きさは、3、動画編集用の PC を選ぶときの注目する3つのスペック。4、あれば便利な周辺機器。この4項目になります。では早速、1つ目、動画クリエイターには、Mac でも Windows でもなれることです。結論からお伝えすると、動画編集は Mac でも Windows でも動画クリエイターにはなれます。ただ実際には、ほとんどの動画クリエイターは Mac を使っています。その中でも MacBook Pro の使用率はかなり高いです。この項目では MacBook Pro と Windows、それぞれを使うメリットと、なぜ MacBook Pro を使う人が多いのかをお話しします。ではまず、MacBook の特徴として挙げられるのは、この4つです。操作がシンプル、Apple 製品との連携がスムーズ、液晶ディスプレイが綺麗、Mac がかっこいいかわいい。MacBook は各種設定やカスタマイズをすることなく、すぐにパソコンを使用できます。箱を開けたら、その場ですぐに使えて操作もわかりやすいのは、クリエイターにとって大きなメリットと言えます。また、iPhone との連携もスムーズなので、スマートフォンで撮影した動画を MacBook で編集するのも簡単です。そして、液晶ディスプレイの綺麗さも特徴の一つです。画質が悪いパソコンで動画編集をすると、アップロードしても綺麗な映像にはならない上に、編集しづらくなってしまいます。ただ一点注意が必要なのは、使いたい動画編集ソフトが Mac に対応しているかということです。ソフトの中には Windows のみ使用可能なものもあるので、使いたいソフトがどちらも対応しているかは確認しましょう。次に、Windows の特徴は、この3点。世界中で Windows ユーザーが圧倒的に多い。使える編集ソフトが多い。価格帯が広い。このグラフを見ればわかると思いますが、Windows の世界のシェア率は 90% 近くあります。Windows はビジネスで使用されることが多く、ソフトウェアも Windows 向けのものが多いため、ユーザーの割合も高めになっています。ユーザーが多い分、使い方などの情報が手に入りやすいのは大きなメリットですね。また、様々な種類があるのも Windows の特徴です。日本のメーカーでも、海外のメーカーでも、あなたの好きなデザインを選べます。さらに Windows は、デスクトップなら自作もできますから、必要な用途に合わせて、拡張や改造が、低コストで行えます。価格帯も、安価なものから高価なものまであるので、これもユーザー数が多い要因と考えられますってことで、次、
Mac にも Windows にも、それぞれ特徴はありますが、なぜ多くの動画クリエイターは MacBook を使用しているのでしょうか。その理由は、使いやすさとディスプレイの綺麗さです。使いやすさは、先ほどもお伝えした初期設定がいらない点や、直感的な操作で使えるところです。また、ディスプレイの綺麗さも動画の質に関わるので、動画クリエイターとしては重視したいポイントとなっているんです。そのため、多くの動画クリエイターが MacBook を使っているんですが、MacBook が全ての人に使いやすいわけではありません。どちらでも動画編集はできるので、あなたの使いやすいパソコンで始めてみてください。少し私のことをお話ししますが、私は外で仕事をするときは MacBook Pro を持ち出しています。MacBook は Windows と比べてバッテリーが長く使えます。それから iPhone ユーザーでもあるので、AirDrop が使えるのも一つの理由となっています。ただ、外で使うときだけなので、基本はデスクトップ PC で作業します。その時に使う PC は取引先によって Mac と Windows で使い分けていますが、圧倒的に Windows の方が多いです。これはやっぱり Windows シェアが多いのが理由となっていますね。では、Mac が選ばれる理由の最後は、Mac がかっこいいまたは可愛いということです。先ほどもお話しした通り、Mac はデザインが統一されています。iPhone もそうなんですけど、iMac や MacBook もグレード違いのデザインはあるものの、基本的なデザインはシンプルで人気があるんです。私も思うんですが、iMac は本当にかっこいいです。MacBook もデザインや触れた感じも、めちゃくちゃ高級感があって好きですね。選ばれる理由のほとんどが、デザインがいいからなんだと私は思います。ということで次です。二つ目は、MacBook は Pro と Air のどちらがいいのかと、大きさについてですね。これは、Mac を使いたい人限定の項目になるんですが、MacBook は Windows に比べると極端に種類が少ないんです。デスクトップもありますが、この項目では、どこでも使うことができるのを考慮して、ノート型パソコンの2種類を、それぞれのスペックを見て詳しく比較します。MacBook Pro と MacBook Air の2種類のスペックをまとめました。MacBook Air には M2 チップと M3 チップのモデルがあるので、この2種類と MacBook Pro は13インチが現行ではないので、14インチで比較します。表で比較するとわかるように、MacBook Air M3 と MacBook Pro 14インチでは、ほとんどスペックの差がありません。しかし、バッテリー容量や液晶など、プロの方が性能がいいんですが、価格も高騰です。なので、MacBook Air M3 は、軽量なのにスペックは高いので、いろいろなところに持ち運んで作業する方は、MacBook Air M3 がおすすめです。また、MacBook Pro 16インチになると、CPU メモリストレージともに、スペックが高く、4K 動画などでも動作が止まることはありません。サクサクと動画編集をしたい人、長尺の動画を編集する予定がある人は、MacBook Pro の方がいいかもしれません。それと、コストをかけたくないのであれば、MacBook や M2 モデルでも十分に使うことができます。そして次は、MacBook Pro 14インチがおすすめな理由です。単純にディスプレイが大きいことで、編集の際に細かいところまで確認できるメリットもありますが、注目してほしいのはグラフィックスの質です。実は MacBook Pro のみ GPU が独立して搭載されているんです。この GPU とはグラフィックボードのことで、画像処理を専門としたチップのことです。GPU には統合型と独立型があるんですが、統合型はこれから紹介する CPU とGPU が統合されたもので、必然的に搭載メモリの容量が使われるため、独立型より性能は下がってしまいます。一方で、独立型は CPU にメモリを使われることがないので、統合型よりも性能が高いですが、その分、値段も上がってしまいます。この GPU があるかないかで、
画像処理能力やディスプレイの見やすさ、動画を書き出す際のスピードに大きく差が出ます。快適に作業をしたい人には、プロがおすすめです。Windows 機では、統合型と独立型で、それぞれ販売されているモデルが各メーカーから出てますので、NVIDIA 社や AMD 社の GPU が搭載されているノートパソコンを選ぶといいでしょう。おすすめは NVIDIA 社の RTX 3060以上の GPU です。次の3つ目は、動画編集用の PC を選ぶときの注目する3つのスペックですね。先ほどの表にもあった CPU、メモリ、ストレージ、これらの基準を詳しく説明します。スペックが足りないパソコンを買ってしまうと、動作が止まったり、容量が足りなくて、編集した動画が保存できなかったりします。快適に作業するためにも、先ほどの3つの基準をしっかり押さえましょう。最初は、CPU は Core i7 相当以上にすることです。CPU は、パソコンの頭の良さになりますので、動画編集をスムーズに行うためには、Core i7 以上は必須となります。Core i5 相当のものだと、動画の処理スピードが遅く、書き出しの際に時間がかかってしまいます。編集中にも、多くの情報を処理しようとすると、止まってしまうかもしれません。一方で、MacBook Pro の最上級である M3 Max の方が処理速度は速いですが、その分、値段もかなり上がってしまいます。4K の長尺動画をたくさん編集する予定の方なら、M3 Max をおすすめしますが、初心者から動画編集を始めるなら、Core i7 相当のもので十分です。先ほどからインテル製の CPU でお話ししているんですが、それは少し前まで Mac の CPU がインテル製のものを搭載していたので、今現在インテル製 CPU の PC を使っている方もいるため、このように表現しています。それから、インテルの Core シリーズと Apple の M シリーズの性能を少しだけ解説します。Apple の M1 は、インテルの Core i5 の第12世代から13世代のものと同等になり、Core i7 の第12世代では M1 を上回っています。M2 は Core i7 の第13世代と同等クラスとなります。そして M3 は第13世代の Core i9 と同等クラスとなります。ということで、M2 でも性能はかなりいいということになりますから、先ほどの表にある MacBook Air M2 でも普通に使えるということがわかりますね。そして次はメモリです。CPU が頭脳なら、メモリは作業スペースの広さを意味します。イメージしやすく言うと、あなたが使っているデスクを思い浮かべてみてください。デスク幅が狭い状態では、多くの書類を並べようとすると、見たい資料を探すのにも時間がかかりますし、あなたが勉強するスペースもなくなってしまいますよね。このように、メモリが少ないと、パソコンの動作が遅くなったり、フリーズしたりして、作業効率が落ちてしまいます。動画編集をするなら、メモリは最低でも 16GB 以上にすることを意識してください。8GB でも編集は可能ですが、プレミアプロのように重たいソフトを使う方には 16GB は必須となります。もし 4K 以上の動画を編集する予定の方は 32GB 以上の方が快適に作業を進められます。余裕を持ってメモリを選ぶのも大切ですが、使わないメモリがあっても仕方ないので、あなたがどのような動画を作りたいかで選びましょう。余談なのですが、この動画のように、ハウツー系で10分程度の動きが少ない動画であれば、16GB でも作ることはできます。ただし、動きの多いミュージックビデオやアクションゲームの動画を高画質で編集したい場合は、プレミアプロを使った場合、32GB でも重く感じます。特にテロップや文字に動きやエフェクトを多数使っていくと、どんどん重くなります。メモリだけが原因っていうわけでもないんですが、メモリが重要なのは確かです。次に、ストレージは 512GB 以上にしておきましょう。クリエイター全般に言えることですが、
ストレージは決してケチらないでください。特に MacBook では、先ほどのメモリと、このストレージは、後から増設ができないこともあるので、メモリとストレージ。これは多ければ多い方が、長くそのパソコンが使えますから、余裕を持って選びましょう。外付けストレージでも対応できますが、常に外付けストレージをつけて作業するのは、持ち運び面を含め、おすすめできません。なぜなら、常につけていると、メモリやバッテリーを異常に消費するからなんです。あなたがどれくらい動画編集をするかで変わりますが、ストレージは最低でも 512GB あればいいです。それ以下では、OS とアプリでほぼ半分は使ってしまいます。私の場合だと iPhone と iMac で共有クラウドなんですが、これだけでも 700GB はありますから、512GB では足りません。MacBook はクラウド共有しないとか、作成したデータはデスクトップに移行したりと、データを残さないようにして、容量を節約することに注意しながら運用していくことになります。また、扱う動画の数が多いのであれば、1TB も検討してみてください。他のスペックに比べると、軽視されがちなんですが、ここでケチると、もったいないです。たまに外付けストレージに移す程度で済む容量を選択するといいでしょう。私の環境では、スマホの iPhone ストレージが 1TB、MacBook Pro のストレージは 1TB、メモリは 16GB で、iMac のストレージは 4TB、メモリは 64GB となっています。Windows でも、ノートパソコンは、ストレージが 1TB、メモリ 16GB で、自作デスクトップ、メイン PC のストレージが 10TB で、メモリは 128GB となっています。仕事で使うので容量は多めですが、長く動画編集を行うなら、メインのパソコンは 10TB 必要になると思います。容量は後からでも増設できますので、最初は 512GB 以上から始めることを強くお勧めします。それから余談になるんですが、Mac と Windows では、いくらスペックを高くしても、OS を起動させる速度は、Windows が圧倒的に速いです。プロのクリエイターたちでも、Mac しか使ったことがない方は、知らない部分なんですが、Windows 機では、OS の起動前に、BIOS に入ることができるんです。この BIOS っていうのは、そのパソコンのすべてを管理するところになってて、起動するときの細かい設定が可能になるんです。例えば、読み込むストレージだったり、USB に接続されている部分の認識をカットしたりと、細かい設定ができるんですね。最速設定だと、読み込むストレージを OS の入っているところだけにして、他に接続されているもの、すべてスキップしたら、電源ボタンを押してから操作可能になるまでに10秒ほどで開きます。Mac ではそこまでの速度が出ません。ほぼ同じ性能のノート PC を所有しているんですが、起動を比較してみると Mac の方が速い SSD でも約1分ほどかかりました。それを考慮して速い方が好きな方は Windows を使うのもありだと思います。最後はあれば便利な周辺機器です。これは全てが必要なものではないので、より快適に作業を行いたい方はぜひ参考にしてみてください。先ほどのストレージでお話しましたが、外付けストレージはパソコンに入らなくなったデータの保存やバックアップ管理などには欠かせないアイテムです。外付けストレージには SSD と HDD があり、それぞれに特徴があります。SSD はソリッドステートドライブの略で衝撃に強く耐久性にも優れています。また、データの読み書き速度も速いです。しかし、高性能だからこそ値段は高くなってしまいます。一方で HDD はハードディスクドライブの略で SSD に比べて値段は安価でコストパフォーマンスがいいです。しかし、衝撃に弱くデータ破損や動作不良の危険性は SSD よりも高く、データの読み書きもはるかに遅いです。あなたがどの点を優先するかで選んでみてください。
基本的な運用方法として、OS の入っているドライブは SSD にして、データを保管する場所は HDD にする方法が一般的です。次はマウスです。ノートパソコンにはトラックパッドがあるので、マウスなしでも動画編集はできますが、マウスを使った方が格段に作業スピードは上がります。トラックパッドではドラッグ&ドロップがしにくいなど、動画編集において不便な点があるので、作業効率を上げたいなら、マウスの購入をお勧めします。ワイヤレスマウスでは特に、Bluetooth のものなら、微妙な動きにも反応してくれるので、快適に作業ができます。ただ、バッテリーが切れてしまうと動かなくなるので、有線で充電できるようなマウスがおすすめです。次にモニターです。サブモニターを使ってマルチディスプレイにすれば、全画面で作業をしながら参考動画も見ることができるので、作業効率が上がります。ただし MacBook では、モニターの接続方法に色々な種類があるので、購入する前に一度調べておいた方がいいです。ちなみに私は、ノートパソコンを使うときで、サブモニターは使っていません。次はパソコンスタンドですね。ノートパソコンの購入を考えている方は、ノートパソコンスタンドも同時に購入するのをお勧めします。ノートパソコンだと、画面が低く、姿勢も悪くなってしまうので、長時間使っていると、肩こりや首が痛くなってしまいます。そのため、ノートパソコンスタンドを使って、目線を上げて、体への負担を減らすようにしましょう。パソコンの裏側に貼り付ける安価なタイプもあるので、参考にしてみてください。私は持っていませんけど、最後はハブ機です。ハブ機器は持っておいて損はありません。しかも、最近の MacBook は USB や SD カードを挿すことができないので、動画編集をするなら必要です。ハブ機器には一体型とケーブル型がありますが、ケーブル型がおすすめです。どちらでも性能は変わらないんですけど、一体型をパソコンに接続すると、その部分が突起物となります。そこに、ちょっとでもぶつかってしまうと、コネクタが破損したり、パソコンの右側に接続すると、マウス操作の邪魔になったりして、いいことがありません。その点、ケーブル型だと、パソコンの後ろへ置けるので、見た目がスッキリして、邪魔にもなりません。最後にまとめをして終わります。今回は、動画編集をするなら、どのパソコンを選べばいいかを解説しました。パソコンは、Mac でも Windows でも問題ありませんが、操作のシンプルさなどから、動画クリエイターは MacBook を選んでることが多いようです。また、パソコン選びで大切なのはスペックで、注意するべきポイントは、CPU は Core i7 以上、メモリは 16GB 以上、ストレージは 512GB 以上。パソコンを選ぶ際は、この基準を参考に選んでみてください。動画編集を始めたいと思った時に、まず最初に準備するのは、パソコンだと思います。最初の制作から快適に行うためにも、あなたに合ったパソコンを選んでください。あなたが動画クリエイターとして、これから活躍することを応援しています。それでは最後まで聞いてくださり、ありがとうございました。今後も YouTube 運営、頑張っていきましょう。ではまた、次の動画でお会いしましょう。